こんにちは。富士フィルムさんからですね GFX100II を、今お借りしてまして、今 GFX100II で撮影してるんですけども、そのカメラを使ってですね、富士フィルムのですねカラープロファイルフィルムシミュレーションを、比較する、動画となります。ちなみにですね、今GFX100II から新搭載されましたリアル S っていうので撮ってます。一応ムービーで、収録企画を、大雑把に説明すると、4K の 16:9 のプロレス HQ を Type-C でアウトして、収録してます。でレンズの方は GF レンズのですね 55mm の F1.7 で F1.7 で撮ってます。で ISO 感度800で撮ってます。ちなみにですね、オートフォーカスの、AFC モードにしていて、なんかとりあえずオートにしとくみたいな一番上の段の、オートフォーカスモードで撮ってます。結構ね、で富士フィルムのカメラ、だいぶここ数年でババッとシェアを拡大しているような感じで、YouTube の方でも結構一昔前と比べて紹介している人めちゃめちゃ増えたなっていう印象があって、僕が改めてやることもないのかなっていう、ことも思いながら、なんか機会がございましてお借りしたんで、せっかくなんで、存分に存分にいじり倒してですね、楽しんでいるわけなんでございます。主にですね、まだ富士のカメラを使ったことがないっていう方ですね、本当にですね、色再現が本当に素敵だなっていう感じなんでございまして、1個別に中古でもいいので1台あっていいんじゃないかなって思います。スナップカメラとしてもいいし B カメとしてもいいしっていうところで、リアルエースいかがでしょうか。公式の説明としましてはですね、リアルエースっていうのはもともとフィルムでディスコになっちゃったフィルムなんですよ。僕はそこまで詳しくないんですけど、公式の説明によるとですね、忠実な色再現とメリハリのある階調表現を併せ持ち、あらゆる被写体シチュエーションに適したモードですということでございます。まだ全然使ってないんですけど、結構ブルー系が強調されるような感じなんですかね。スタンダードのプロファイルとして使えるんだけど、ブルーが美しく出るみたいなホームページからするとそういう系なのかなっていうふうに思いますね。少しトーナリティを落として。それとプロビアを使ってた人たちの中でプロビアを結構サイドを落としたりして使ってる人たちが多いみたいなこともきっとあったっぽいんです。それなんで、これが搭載されたんじゃないかなっていうふうに思います。スタンダードなプロファイルとして使うようなものかなっていうふうに思います。じゃあ、順番に普通のやつから変えてってみます。はい、これがですね、スタンダード。これがプロビアっていうやつですね。プロビアっていうのはですね、またこれもホームページから引用する彩りっていうホームページから引用しますけど、自然な色を再現してさまざまなシーンで活躍できる階調と発色が、特徴のフィルムシミュレーションです。普段の撮影や見たままの自然な描写を求めるときにおすすめで、どんなシーン被写体でも大活躍ないわゆるスタンダードモードです。はい、ということでございます。違いが、モニター越しでだいぶ離れて見てているのでですね、今んとこそこまで僕は、この絵に関してはそこまで違いがリアルエストの違いは分かんないんですけれども、そうですね、色が多分元気でカラフルですよね。でポップな印象があるんじゃないかなと思います。元気のある色たちみたいなその嫌な色じゃなくていろんな色が元気な感じで、スタンダードとして使用できるっていうところなんじゃないかなと思います。はい、じゃあビビットに変えてみます。はい、すごいビビットなんじゃないかなと思います。ちなみにですね、今照明の環境がですね、また野外の撮影とかとまた全然違うとは思う。サンプルとしてはだから主に室内とかで撮る時の参考として、見ていただくのがいいかなと思います。本当はね、外とかでやりたいんですけど、外で撮ってると一人で撮ってるとすごい恥ずかしいじゃないですか、YouTube って。だからなかなか外には行きにくい部分がありまして、行くんだったらカメラマン雇うしかないんですけど、そうなると日程合わせなきゃいけなくて、またやっていきたいんですけどね、そういう方向性もですね。はい、でそのライトの環境なんですけど、今白色電球が、こっちとこっちに2個ついてて、表はこれがキーライトですよね。これは 100W の普通の白色電球ついてます。数百円のやつです。で押さえが壁バウンスで、それも白色電球の 100W がついてるんですけど、で裏に LED ですね。これはアイリスオーヤマの炎色性が高いっていう普通の電球ですか、家庭用の。でそれがついてる環境で、カメラの方はホワイトバランスケルビン設定で3200ケルビンでやってます。だからちょっともしかしたらオレンジに触れちゃってるかもしれないですね。もうちょっと白色電球って
もしかしたらもうちょい青に振ってもいいかもしれないっていう感じの前提でちょっと見ていただきたい。ただし白色電球っていうのは、理論値 CRI100 なんですよね。CRI っていうその太陽の光が100なんですけど、それを基準としてじゃあ人間が作った人工の照明はいくつなのかって話で、白熱電球って結構理論値100なんだっていう話があってですね。でもまあその光のそのスペクトグラムを見ると可視光の外側、赤外線のところなんですけど、それがもうめちゃめちゃバーってきてて、可視光じゃない赤外線のところの方が多いんですよね。はい、であと熱も発散するわけなんで、まあ、冬は暖かくていいんですけどっていう照明環境で、その遠赤外線の部分はカメラの方のイメージセンサーの前にある IR フィルターでカットしてるはずなんで、っていう前提でちょっと見ていただければいいかなと思います。きっとですね、フィルムシミュレーション色比較の動画は他の人もきっとね作るはず。伸びるんでっていうのがでベルビアを見てほしいです。やっぱりこう風景用なのかしれないですけど、どぎつくバシッときて色もパキッとくるっていう感じですね。でまあ公式の説明によると、ビビットは鮮やかな発色とメリハリのある階調が特徴です。で青空をより青く、夕焼けを赤く、花の色を鮮やかに感じられるように再現するので、高彩度の被写体を引き立てる際におすすめですということですね。はい、でまあここもバキッときてるし、ユングもだからさっきよりもかっこいいとは思うんですけど、この赤。はい、はい、次の、フィルムシミュレーションなんですけれども、アスティアソフトっていうやつですね。公式の説明では、柔らかい階調でありながら、サイドは意外と高く、色のりが良いのが特徴です。ファッションフォトなので洋服を際立たせたい時などにもおすすめですという、説明でございます。そうですね、なんかその風景と人物を一緒に撮りたいみたいな、旅行に行った時にこれ使っておくといいみたいな話があるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ僕としては、まあ、結構これ使ってる人多いみたいなお話を皆さんされてると思いますが、そうですね、僕はあんまり使ってません。僕はクラシッククロームしか使ってないんですけどだからそのプロビアとかよりちょっとおそらくソフトなんですよね、このカーブが、コントラストっていうかが。まあ往々にしてちゃんとライティングする環境じゃなければソフトの方が使いやすいんで、とか綺麗に映るみたいなのもあると思うんで、今 GFX102 で撮ってるんですけど、やっぱりですね GFX 綺麗ですね。動画で見ても綺麗ですね。やっぱりこう解像力も高いから、元々の画素数が多分高いから、やっぱりシャープに出てくるんですよね。だからこうでもやっぱこう目が慣れてきて、あこれ綺麗だわみたいな発見があります。はい。はい、でこちらがですね、クラシッククロームですね。僕はですね、とりあえずデフォルトは、これで撮ってたりすることがやっぱり多いです。でちなみになんですけど、富士フイルムのカメラはダイナミックレンジをこの、デフォルトのカメラ内のピクチャープロファイルを当て込んだ状態でも、ダイナミックレンジを400%まで広げることができるんですけど、そういうの一切してないんで、結構こっちの方とかは、どぎつい時はどぎつく見えるかなとも思うんですけど、一応これも公式の、説明をしますと、クラシッククロームの特徴は片目の階調とサイドの低さです。グラフジャーナリズム、全盛期の雑誌やドキュメンタリー写真集のような雰囲気を目指して設計されました。ストリートスナップはもちろん、ポートレートなどでも海外やヨーロッパ調の風合いで個性を生み出させるフィルムシミュレーションですっていうことなんですよ。まあ会長サイドが低めにしてるんだけどいけてる感じなんですよっていうことだと思うんですけど、結構僕はまあドキュメンタリー的な撮影で音楽スタジオとか行くことがあってですね、まあそんな有名なメジャーなアーティストじゃなくてもう半分知り合いみたいな人たちの、録音風景とかを結構撮ってたんですよ。で池尻じゃなくてどこだっけな、双子玉川とかそっちの方にサウンドスタジオダリっていうところがあってですね、でそこに往年の、ヴィンテージ音楽機材1176とかがもう全部並んでるとか、マイクも全部あるし、そういうEQ とかプリアンプとかすごいのが並んでるわけですよ。それをねクラシッククローマで撮った時に、すごいクラシッククローマ音楽スタジオ撮影する時いいなみたいに思いましたね。はい、かっこいいんですよね、だからね。で別にアコースティック楽器でもいけるしロックでも合うと思うし、このシャドウのところがねこうちょっとこうヴィンテージ感みたいなのがちょっとあるんですよね。赤いっぽい感じっていうかヴィンテージ感みたいなのちょっと出るんで、グランジ感っていう音楽に合うんじゃないかなって思いましたね。
ちなみにそのフッテージはもう納品した後、一応 HDD にバックアップしてあったんですけど、HDD が5台入るラックに安いやつ買ってそれに入れたら HDD が飛んだんです。でそれはリカバー一途できませんでしたっていう。はい、普通に順番でいってるんで、またリアルエースに戻ります。ちなみに今日なんでメガネかけてるかっていうと、そうですね、あんまりこうやっぱり一重だし、そんなにこう花がないなっていうところで、やっぱメガネかけてるとこうなんかちょっとイケてる感じの人っぽくなるんですよ。はい。でこちらはですね、プロネグハイってやつですね。で結構コントラストがこうバシッとくるんで、スタジオでライトちゃんとやる時とか向けなのかなっていうふうに勝手に思ってます。プロネグハイとプロネグスタンダードはどちらもですね、これを好んで使っている人たちっていうのは結構プロっぽい感じ、レベル高いみたいな感じの人たちなんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、はい、これがプロネグスタンダードですね。だいぶだからやっぱりコントラスト、もう本当このモニター越しでもわかるんですけど、全然コントラストが違うなって。こっちの方がだから便利に使える感じだなって感じですよね。ちなみにですね、今オートフォーカス、GF レンズで使って動画を撮ってるんですけども、結構このぐらいの距離で演者がこう動いてるんだったら自然にくっついてくれるなって感じですよね。はい、でクラシックネガでございます。やっぱりT4 を最初に買った時に、似たような動画を出したんですけど、その時を思い出しますね。なんかもう2年4年ぐらいもう経ったか、2年ぐらい経ったか。こちらはですね、クラシックネガという、フィルムシミュレーションになります。クラシックネガっていうのはですね、低彩度かつハイコントラストであることに加え、暗いトーンで視野に、明るいトーンだとマゼンダ寄りの色に調整されているのが特徴です。フィルムカメラで撮影したようなどこか懐かしい情緒ある表現が人気のフィルムシミュレーションです。とりあえずこれにしとくと花があっていい感じにとりあえずしてくれるっていう便利さが僕はあるんじゃないかなって思います。かっこいいですよね。もうめちゃめちゃかっこいいですよ。はい、でこちらはですね、ノスタルジックネガというフィルムシミュレーションになります。ノスタルジックネガっていうのはですね、公式の説明によると1970年代にカラー写真の可能性を世界に定義し、芸術として定着させたアメリカンニューカラーの代表作を想起させるフィルムシミュレーションですということです。クラシックネガ同様にどこか懐かしさを感じる色再現で、ハイライト部を柔らかくアンバーに描写するのが特徴ですということでございます。ハイライトがアンバーなってますか？どうでしょうか？僕はこれね、多分 GFX100S ぐらいからついたんですよね。で GFX でついて、僕T4 で止まってるんで、ノスタルジックネガはですね今、初めて体験中でございます。で先に GFX に入ったからX シリーズの方に入るまでちょっと時間があったんですよ。なんか大変らしくて、センサー違うと全部調整しないといけないから大変ですみたいな話だと、時間かかりますみたいな話だと思うんですけど、こちらにさっきからいじってたレンズがございます。こちらはアンジェニュー 16mm のムービー用のレンズでございまして、ボレックスとかにつける C マウントのレンズでございます。C マウントっていうとちょっと大体みんなどこのカメラ中古屋さんとかに行ってもみたいな、なんか煙たがられるような、別に好きな人いないんのかなみたいな感じでございますけど、この1768っていうズームレンズなんですよ。でここにフォーカスをやる棒がついてたんですけど、もうどっか行っちゃったんですよ。壊れちゃったんですよ。折れちゃって。でこれ eBay で5万円ぐらいで買ったんですけど、マウントがもう何のマウントだかもうはっきり言って分かんなくて、でもなんか全然知識ないのにもうビジュアルだけで僕買ったんで、マウント調べないで買ったんですよ eBay で。でそしたらここのとこの何のマウントだか分かんないし、でとりあえず16mm だからマイクロフォーサーズにギリギリ、マイクロフォーサーズっていうかもうポッケシネ OG にちょうどいいんですよね。またはポケシネ 4K ですね。4K の 2.8 倍のクロップモードですね、ローの。それとあと 16mm に近似するんで、それで使うのがめっちゃいいんですけど、レンズの性能は悪いです。ただこのディストーションがめっちゃくるんで、そのディストーションがかっこいいんですよ。あともうソフトなんで、ソフトなの欲しいなっていう時に、あんまりプロダクションワークでは使うとこないんですけど。で、YouTube でもやっぱりそのセンサーサイズもう 16mm とかにしちゃうと結構ね、僕の部屋暗いんで、結構辛いんですよ。っていうのはいいんですけど、そのマイクロフォーサージ変えたんですよ、これ。でもそんな使えてないなっていう、でも使いたいなっていうところですね。だから画質悪い日があったらもしかしてこういう C マウント
使っているかもしれないです。こちらがですねエテルナというですねフィルムシミュレーションになります。公式の説明でございます。エテルナは映画用撮影フィルムを再現した動画撮影に適したフィルムシミュレーション。広い階調と柔らかい絵作りが特徴です。まるで映画のワンシーンのようなシネマルックを表現することができます。こっちのエテルナで撮る方と F ログからエテルナにする方があって、こっちは焼き込んでるんで、だいぶ階調はすごい浅く、なってます。でエテルナってこれなのかなって思ったら、多分その動画撮る人たちに向けてだいぶ便利に使えるような感じのちょい浅めなんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。階調がですね。まあ動画ではですね、コントラスト効いてない方が後でポストでどのみち処理できるんで楽なんですよね。10ビット。もうこのエテルナはね、僕はもう本当ね、これが使いたくて富士を買いましたみたいな。なんでブックでね T3 が出た時にH1 が出た時にブックで宣伝してたんですよ。それ見て、でそのサンプルフッテージみたいなの上がってて、なんかねインド人みたいな人が海で撮ってるやつがあったんですよね。それがなんか当時はかっけえと思って綺麗だなと思って、そうなんですよ。エテルナなんですよこれが。今ネットフリックスでルパンってやってると思うんですけど、ルパンのルックが完全に俺はエテルナなんじゃないかなって思ってます。すごい既視感があって、スキントーンもそうだし、いろんな場面いろんな光の状況がありますけど、極めてプリージングなスキントーンでございますというふうに思います。全体のトーンがねもうかっこよすぎて。はい、続きましてエテルナブリーチバイパスです。公式の説明を言いますと、エテルナをベースにフィルム時代から多く写真家や映像作家に支持されてきた銀残しフィルム現像技法を忠実に再現したフィルムシミュレーションでございます。彩度は低くコントラストのある仕上がりで表現の幅を広げてくれますということです。日常では僕は全然使ったことがなくて、なかなかどういうように使っていけばいいんだろうなっていうのはなかなかですねこれ勇気がいる。これちゃんとしたテーマがないと。でもあれですよね、ミュージックビデオとかに結構使えそうですよねこれ。このままで多分まだそのブリーチバイパスで出してるやつとかそんなないんで、一本これでやっちゃってもいいかもしれないですねっていう感じでございます。はい、それでちょっと結構長くなっちゃってきたんで、これがアクロスなんですけど、結構長くなってきちゃったんで G フィルターっていうやつ、だけ紹介します。超微粒子で知られる白黒フィルムアクロスの名を冠し、美しいモノクロフィルムを目指して設計されたフィルムシミュレーションです。モノクロながらディテールの再現が得意で、ハイライトシャドウは粘り、中間領域でコントラストが高くメリハリがある。中間領域でコントラストが高く、ハイライトシャドウが粘りますという、高感度にすればするほど流浄感が出る点も特徴ですってことなんですね。今 ISO 感度800で撮ってて、今 ISO 感度3200で F4 にしてみました。いかがでしょうか。アクロスはですね現行のフィルムとして、現存しているというふうに、記憶してます。ここに僕は入れっぱなしで結構時間が経ってて、まだここが貼ってあるからまだきっと撮れるんだろうと思うんですけど、続きをこれでちょっと撮っていきたいです。あと5枚。でもデジタルだったらね、一枚一枚やっぱりフィルムだとなんていうんですか、ひたすら節約したくなっちゃうんですけど、まだ撮らない、ここでは撮らない、これじゃないみたいな、結構1日で僕は使い切れなかったりするんですけど、5000円ぐらいかかりますしね、現像入れると。デジタルだとね、いろいろもっとパシャパシャ撮って練習できるようにこういうのを使ってもっと。はい、でこちらがですね、僕が一番、使っております。動画の人はきっとログがやっぱり一番使うんじゃないかなと。もう何の変哲もない時でもやっぱり F ログいいですね。ただラット純正のラットが配布されてますんで、しかも最近はもうモデルごとにフォルダ分けされてて、マジでF ログの方、クオリティ高い感じなんだなっていうふうに思うんですけど、でちなみにダヴィンチで当てるときはテトラヒデラルっていうふうにプロジェクトのセッティングで、33ポイントラットだと、例えば RCM とかガンマ変換と比べて、ポイントでなんかラットってそういうデータらしいんですよね。だからちょっとガビガビにするみたいな、話もあってですね、そこをテトラヒデラルっていうのに選ぶと、ログでもスムーズに保管がなされるみたいな、ところなんですよ。でF ログ、僕はもう本当これが一番大好きです。F ログからのエテルナの、変換ラットがもう最高だなと思いますね。はい、でこれが F ログ2です。で H2S の時から、初めて搭載されました14ストップ。F ログ1の時は13ぐらい弱ぐらいかなみたいなのが14まで上がったんで、デジタルシネマカメラ、としての、もう
機能ですよね、これはね、完全に。で GFX102 は F-Log2 の最低セコンドがなんと800なんですよね。で800っていうことは、結構いろんなカメラの、一番のダイナミックレンジを得られる、ISOカウントって800が結構多い、400だったりもするかもしれないけど800のカメラって多いと思うんですけど、一番そのなんか使いやすいところ、デジタルでは800の使いやすいところっていうのに設定できるんで、やっぱりセンサーがそこね違うとそういうことができるのかなっていうところと、F-Log2 ダイナミックレンジが広ければいいっていうものではないんですけど、やっぱりその使いやすさみたいなところですよね。しっかり使えるみたいなところは、14ストップっていうところで、本当はね12ビットのね外部収録ちょっと試してみたかったんですけどね、忍者5プラスとか忍者ウルトラを入手しないとちょっと試せないんで、多分これ借りてる期間中にはできないんで、また次回ですね。はい、それで最後に、HLG っていうやつが、搭載されておりましてですね、これも ISO 感度800から使えてるな。1250ぐらいだった気がするんだよな、こっちの T4 の時は。ちょっとラット当てるなしの比較をちょっとしてみようかなと。じゃあ最後ちょっとやっぱり F-Log2 に戻しましょうかね。はい。ちょっとこの環境がそこまでね、ダイナミックレンジが広い環境ではないので、F-Log2 が生きてるかっていうと、もうちょっと逆光の時とかにちょっと試してみたい部分はあるんですけど、GFX だったんでだいぶめちゃめちゃ綺麗だったんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみにこの動画はですね全部、GFX で、オートフォーカスで撮ってて、で今こうモニターにフレームがこう出てるような状況なんですけど、オートフォーカスのなんかワイドトラッキングじゃなくてアベレージみたいなやつで撮ってるんですよね。で普通に瞳認識とかしてて、今メガネかけてもやってくれてるんで、スムーズに来るから結構オートフォーカス使えるなっていうのが、これ撮影してみての印象なんです。いかがでしょうか。ちょっと話が脱線しまくった印象もございますけども、僕のその経験値から言うとやっぱり F-Log 最高にいいですね。F-Log からのラット、最高にいいなって思ってて、もうずっと使ってますと。で何がいいかっていうと、やっぱりスキントーンがいい、それから全体の、いろんな色が溢れているような状況でも、なんとなく統一性感が、生み出されている感じがする。それは他のフィルムシミュレーションでも、共通して言えることなんですけど、何か統一感のようなものが保たれている感じがあって、それがそのプリージング、良いって思うものにつながってるんじゃないかなっていうふうに分析してます。あと例えば、ハイライトの方が、じゃあ APS-C のその X シリーズの方に撮ってましたと。で飛んでしまいましたと。で飛んでしまってもなんかムカつかないガンマカーブを描いてる気がします、僕的には。はい、もうそれが気持ちいい。なんか白くパッてくるのも気持ちいいし、黒くガシッとくるのもなんかこうかっこいいしみたいな、そういうカラーサイエンスっていうのが、あるんじゃないかなっていうふうに僕は全体的に思ってます。はい、なので、気になった方はですね、是非一旦手に取って使ってみるっていうのはありかなっていうふうに思います。それではまた。